夏から秋の葉山で見つけたウミウシたち。こんにちは、ほやです。今回は、2025年の6月から10月に葉山の磯で出会ったウミウシたちを紹介します。この期間に7回ウミウシ探しに行っていますので、出会った回数が多い順番に紹介します。それでは、始めましょう。黒下なしウミウシです。大きさは10ミリから25ミリくらいで、季節によってちびっこサイズからやや大きめの個体まで見られました。葉山の磯では1年を通して見られる定番種で、いつもそこにいてくれる頼もしいやつです。複数の個体が集まっている様子も観察されます。色味のウミウシです。大きさは20ミリから25ミリくらいのやつを見つけました。相模湾沿岸の磯では、どこでも見られる定番の実のウミウシの仲間で、たくさん見つかる日もありました。実の色の個体差が大きく、食べたものの状態によって変化するみたいです。赤キセワタです。大きさは5ミリから8ミリくらいのやつを見つけました。磯の現場では赤い粒にしか見えないので、これがウミウシだと知っていないと見落としてしまうと思います。見た目は地味で、のっぺりしているので、見つけても、へー、という感じです。クモ型ウミウシです。大きさは25ミリくらいのやつを見つけました。クモ型ウミウシは150ミリくらいまで大きくなるので、このサイズでも小さめです。平べったくて、硬い体つきをしていて、あまり動かないウミウシです。白姫ウミウシです。大きさは10ミリから20ミリくらいのやつを見つけました。真っ白でもちもちした体に赤紫色の触覚と黄色と赤紫色の縁取りが映えるウミウシです。白雪ウミウシと似ていますが、触覚や虹エラの先端の色で見分けられます。つづれウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを多く見つけました。こちらは灰色の個体と茶色っぽい個体の2個体が並んでいますね。こちらの茶色のやつは、もしかしたら、オオツヅレウミウシかもしれませんが、正しく見分けるのは、難しそうです。白線実のウミウシです。大きさは、10ミリくらいのやつを、たくさん見つけました。複数個体が、同じ石に集まることが多く、一匹見つけると次々に見つかる傾向があります。水温が上がるとともに数が増えてくる傾向が見られました。本実のウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを多く見つけました。オレンジ色の実のが特徴ですが、色の濃さに個体差があります。葉山では、割と見つかるウミウシですが、見つかる日にたくさん見つかるという傾向があります。オカダウミウシです。大きさは3ミリくらいのやつをたくさん見つけました。
全身が真っ赤で、個体数も多いので、存在を知っていれば、意外と見つけやすいウミウシです。体に対して大きな卵を産み、幼生期を経ずに、直接、ウミウシの形で、孵化することが知られています。キヌハダモドキです。大きさは、20ミリから30ミリくらいのやつを、見つけました。浅い場所にたくさん住んでいて、磯遊びでは定番の、見つけやすいウミウシです。ウミウシを食べるウミウシとして知られ、共食い行動も確認されています。サキシマミノウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを見つけました。白とオレンジの体がよく目立ち、岩の表面を歩く姿がよく見られます。海藻の先端などの流れがある場所を好み、波に揺られながらも元気に動き回る姿をよく見ます。サメジマオトメウミウシです。大きさは10ミリから15ミリくらいのやつをたくさん見つけました。デニム生地のような体に赤い触覚が特徴です。サメジマオトメウミウシのサメ島は葉山の磯にあるサメ島に由来します。白雪ウミウシです。大きさは5ミリから10ミリくらいのやつを見つけました。白い体にオレンジ色の点や縁取りがありますが、色の濃さに個体差があります。海面を食べるウミウシで、小さな体に似合わず、たくさん食べる様子が観察されます。ツノバネミノウミウシです。大きさは10ミリから15ミリくらいのやつを見つけました。夏の短い期間に一気に数を増やし、その後すぐに姿を消すウミウシです。白線ミノウミウシと同じ場所で見つかることが多いです。偽白線ミノウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを見つけました。白線ミノウミウシに似ていますが、背中に白い線が入らないところで区別できます。偽という名前が付けられていますが、生物名ではよくあることです。ヒロウミウシです。大きさは10ミリくらいのやつを見つけました。濃いピンク色の体に白い先端の突起が並んでいて、とても可愛いウミウシです。コケムシを食べるウミウシで、流れのある場所や、やや深めの環境で見つかりやすい傾向があります。ホンクロシタナシウミウシです。大きさは10ミリくらいのやつを見つけました。クロシタナシウミウシに似ていますが、体に白い斑点が散らばっているところで区別できます。名前に、ホン、と、ついていますが、普通のクロシタナシウミウシより、個体数は少なめです。緑アメフラシです。大きさは、30ミリくらいのやつを、見つけました。春には、その辺に、ゴロゴロといますが、水温の上昇とともに、数が減ってきます。8月くらいからは、全く見られなくなりましたが、来シーズンには、また、当たり前のように、出てくるんやろな。メリベウミウシです。
大きさは、25ミリから30ミリのやつを、見つけました。メリベウミウシの仲間は、薄っぺらい体で、どの種類もよく似ているので、見分けるのが、とても難しいです。大きな口で小さなエビなどを吸い込んで食べることが知られています。ユビウミウシです。大きさは25から30ミリくらいのやつを見つけました。怪獣のようなごっつい見た目と体全体に広がる網目模様という存在感のある姿をしています。光触手が指のような形をしているので、ユビウミウシと呼ばれています。四つ股ウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを見つけました。細長い体に壺のような突起が並ぶ姿がとてもユニークです。以前はミノウミウシの仲間とされていましたが、現在はミノウミウシとは別のグループと考えられています。赤星ウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを見つけました。もっちりした体に赤い斑点が散りばめられた可愛らしい見た目をしています。見た目に反して肉食性でオカダウミウシなど他のウミウシを食べます。隠れ火山ウミウシです。大きさは30ミリくらいのやつを見つけました。黄色い体に網目模様が入り、硬い体であまり動かないウミウシです。どのあたりが隠れで、どのあたりが火山なのかは謎です。キイロクシエラウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを見つけました。全身真っ黄色で、こじんまりとした可愛い姿をしています。南の海に住むウミウシとされていますが、近年は水温上昇の影響で相模湾でも見られるようになっています。クロスジアメフラシです。大きさは20ミリくらいのやつを見つけました。細くて黒い筋と青い目玉模様が特徴で、見た目がとても美しいアメフラシの仲間です。秋に数が増える種類で、見つかると、磯遊びシーズンの終わりを感じさせます。このハミドリガイです。大きさは20ミリくらいのやつを見つけました。緑貝と呼ばれるグループでは、一番たくさん見つかるスタンダードなウミウシです。普段はちらほらと見られる種類だったのですが、今シーズンはあまり数が見られませんでした。シラライロウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを見つけました。白ウミウシとよく似ていますが、紫色の斑点と触覚や虹エラの色で区別できます。ここ2年くらいは白ウミウシが見つかりにくくなって、代わりにシラライロウミウシが見つかるような変化が起こっています。セトイロウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを見つけました。赤い縁取りと紫色の斑点が並ぶ、とても派手で美しい姿をしています。シーズンに一度見られるかどうかくらいの見つかりやすさです。
稚ゴミのウミウシです。大きさは、10ミリくらいのやつを、見つけました。基本は白色ですが、食べ物の影響で、ピンク色になる個体も見られます。他のウミウシの卵を食べることが知られています。猫舌ウミウシです。大きさは、20ミリくらいのやつを、見つけました。体の縁が、薄く広がり、成長した個体ほど、輪郭がわかりにくくなります。若い個体の方が、体の構造がはっきりしていて、観察しやすいです。ヒメマダラウミウシです。大きさは、10ミリくらいのやつを、見つけました。クロシタナシウミウシと、同じグループのウミウシですが、このくらいのちびっこサイズのやつらは、見分けることが難しいです。というか、この子も、本当にヒメマダラウミウシか、自信がありません。マダラウミウシです。大きさは、20ミリくらいのやつを、見つけました。クロシタナシウミウシと、同じグループのウミウシで、以前は、クロシタナシウミウシの、カラーバリエーションとされていることもありました。貝殻の隙間に、すっぽりと収まって、くつろいでいるみたいですね。マツカサウミウシです。大きさは、8ミリくらいのやつを、見つけました。背中に、丸くてゴツゴツした、粒状の突起を背負った、ユニークな姿をしています。石の模様に紛れやすく、注意深く探さないと、見落としがちなウミウシです。ミスガイです。大きさは、25ミリくらいのやつを、見つけました。相模湾では、貝殻を持つウミウシの中で、一番たくさん見られる種類です。今シーズンは、やや少なめで、見つけたと思ったら、貝殻だけだった。ということが、何度もありました。シロコダテウミウシです。多分、初めて出会ったウミウシで、大きさは、25ミリくらいのやつを、見つけました。白くて、平べったくて、丸みのある体で、なんだか不思議な魅力のある姿をしています。スズレウミウシの仲間ですが、このグループは、どれも似ていて、見分けるのが難しいです。今回紹介するウミウシは、以上です。2025年の6月から10月に葉山の磯で出会ったウミウシは35種類でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたどこかの海でお会いしましょう。